はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして今回ちょっと公開遅くなってすみませんでした。今回は6月前半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。あとですね、私公式 LINE の方で翌月の星の解説をいつもしていますので、まだお友達登録まだの方はぜひご登録お待ちしております。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード10、ペンタクスのエース、ペンタクス10逆、ペンタクスの3逆、カップ6、吊るし人、そしてソード9の逆、気をつけることや対策がペンタクスの6とマジシャン、そしてオラクルはじゃん、ペンタクスのページの逆ですね。なるほど、そうですかそうですか。前回のね5月前半の時のタロットリーディングで何か始まるなみたいな感じのマジシャン出てたじゃないですか。で、今回もまだ出ています。なのでこの5月に何を体験されたのかなっていうのがすごく気になりますね。でその中で何が始まったのかなって、おそらく気持ちの上で何かにけりがついて長年ちょっと引きずっていた思いだったりとか、なんかそれが解消されたとか、やっぱりやってみようみたいなことだったりとか、思い切って何かを言ってみたとか、何か自分の中のハードル、心理的ハードルを超えた出来事があったんじゃないかなっていうふうに思います。5月いかがですか？でその上で6月なんですけど、別にそれ何もなかったですよっていう方もいいんですよ。なかったとしてもそれはご自身がないと思っているだけで、実は当たり前のように自分がやっていたとか、何かその超えて何かができていたってこともあるかもしれないですので、自覚してようとしている手前と全然いいんですけれども、その上で6月っていうのがやっぱり、特に5月の21日以降太陽星座がね双子座に入ることによって風の流れが強くなるわけです。流動的になったり、物事が動きやすかったり移動しやすかったり早く進んだりみたいな、その動きっていうのはやっぱり水亀座さんはやっぱプラスに活かせるので、それに意識的にでも無意識的にでも何か乗ってやっぱり何が始まったし、何か自分の価値っていうものを感じたんじゃないかなとは思うんですけど、そのエネルギーまだ全然あるんです。6月の前半も本当に全然もういいよって、そのままでいいんだよっていう感じ。水亀座さんがご自身でなんか自分のことを否定してみたりとか、なんかちょっと待ってみたいに言いたくなってるかもしれないんですけど、宇宙の流れ的にはもう全然そのままでいいですよ。どうぞどうぞ出してくださいと、どうぞ表現してくださいと。もう自分を生きること、もしくは息をすること、もうどんな風に何を表現するか、全部自分自身の自己表現ですよねって、それを全部認められているみたいな感じの時なんですよ。どこまでそれを自分が感じて、私は私のままでいいんだとか、これで十分やってるじゃないとか、そういう感覚になれればなれるほど世界がどんどん展開していくし、楽しくなるだろうなっていう感じ、それを促されてる時期だと思っておいてください。そして6月15日が新月なので、またその時にも後半のものでお話しようとは思うんですけど、6月の前半でいうとやっぱり8日9日10日あたりも非常に豊かな時で、これは金星という華やかさとか社交性とか美しさとか自分の価値っていうものと、木星のね発展反映するよっていう、先生術では吉星と言われているものが2つがひっつくんですね。でそれがひっつくっていうのはすごくなんか豊かなエネルギーなんですけど、この豊かなエネルギーをこの水亀座さんは日常生活の中で使えるよっていうふうに出てるんです。なので職場の中ですごく何気ないその同僚とのやり取りが楽しかったりとか癒されたりとか、または自分の体のことに優しくなったり、もっとこうしなくっちゃみたいな、自分で自分を制限するんじゃなくて自分に優しくなったり、いいよねみたいな感じでちょっと緩やかになったりとか、そういうふうにもできるし、日常生活の中にまさにその価値があるんだよっていうことを教えられてる時なんですね。なのでとっても豊かな時なんですけれども、星で見た時に、ただカードで見た時にやっぱり自分で自分を見てる目っていうのが厳しいのかなって感じもしましたし、あとやっぱりね、すごくいい時とか星の流れで強い時ってやっぱそこに付随した自分の
体との向き合い方ってめちゃくちゃ出てくるんですね。運が強ければ強いほどやっぱ体力ないともう乗っていけないっていうか、その等身大の自分で生きていくわけですけど、なんかそのちょっと超えるようなね、ハードルを超えさせられるような課題だったりとか、そういうのもバーンとくるから、やっぱ体調はすごく自分でできる限り整えておかないといけないんですね。でやっぱりここで見た時に入り口がソードの10ってことはよっぽど頑張ったんだなって感じがしたんです。5月何かご自身の中で要するにハードルを超えるようなこと頑張ったよみたいなのがあって、でどっちかというともう今はもうそれで疲れたみたいな感じでへばっているのかもしれませんし、でもすごく過去もペンタクスの10で豊かなことがいっぱいあったんですねって言われてるわけです。なので結果がどうとかっていうわけで、なんかでもやっぱその境界線というかボーダーライン超えましたよねみたいな感じがあるんです。でただそれが自分ではもう本当に頑張ってやったからもう疲れてるんだとか、もしくはもう死ぬ気でやったからもう死んでますみたいなのとか、自分は超えたけど周りの反応が怖くて見れないですとか、そういう感じなのかなっていうことがあって、なんか心理的な現実ではないことを心配しているみたいな感じがちょっとあるんですよね。で今のところもやっぱりペンタクスの3の逆ということで、自分と違う意見の人の考えを聞きすぎているというか、聞かなきゃいけないと思っていたりとか、あとは私はこう思うんだけどっていうことを普通に言いづらいとか、なんか他の人の手前ね、なんかそんな感じで悪いわけじゃないのにとても他者に気を使ってるって感じがします。でさらにはここでカップの6っていうのが出ていて、ここでも実はペンタクスの6っていうのが出てるんですけど、66っていうカード、そしてどちらもなんか誰かが誰かに何かを差し出している優しさだったりとかチャンスだったりとか慈愛だったりとか、何かそういうものを差し出しているっていうカードが出ているので、おそらく水亀さんの中で今本当に自分で自己表現だったりとか何か計画したりとか自分で自分の人生を作っていくっていうのがもう本当に許されて、その道を開いてねみたいな時なんですけど、なんか自分で自分にそれをすることに抵抗があって、で代わりに誰かに対して許してあげるとか誰かに対して応援してあげるとか、そういう気持ち強いのかなって思ったんですね。自分自身を他者に投影して他者を応援するみたいな、そういうことが起こっているのかもしれません。全然それは悪いことじゃないんですけど、一番はやっぱり自分が自分で自分を 100% 認めてそこにいるっていうことで、自然と他者への恩恵にもなるし豊かさもなるんですけど、一つはやっぱり体のこと、やっぱここでもソードのつるし人っていうカードが出ていて、なんか動きたくても動けませんみたいな感じもあるんですね。なのでこれはどちらかかなと思うんですけど、例えば星で見た時にこれだけ日常生活が豊かだよっていうタイミングの時に体のこと注意してねっていうカードが出てるってことは、例えばちょっと豊かすぎて暴飲暴食しすぎてちょっと乱れちゃいましたっていうこともあるかもしれないし、または、これまで自分が無理してやってきたやり方を変えるためにその体が何かサインを教えてくれて、いやもうこれ以上はそういうやり方しなくていいんだよっていうことで体が反応してるだけなので、これは体はなんか変だなって思っても実は自分が進むべき生き方にただ調整してくれてるだけなんですけど、なんとなく自分ではやりたいのに動けない、こんなにいい時だって言われてるのに何もできないじゃないか自分はみたいに思いがちだなと思ったんです。なので本当に必要なことは全部起こってると思って安心してこの時間をこの瞬間を安心して過ごしてください。体が悪くたっていいんです。頭が痛くたっていいんです。これ頭がSOS を発信してるだけで、なので自分を否定せずに自分の体をねぎらってあげてください。ああそうなんだなと、しんどいんだなったらしんどいんだなと、そしてもしいや体めちゃくちゃ大丈夫ですという方で何かをやろうとしている方はそこに対する恐怖心っていうものがもしかしたらあるかもしれませんけど、なんていうのかな、それも私ってこういう恐怖があるんだな、何かが怖いんだなっていうことを客観的に知る
知っているだけに過ぎないんですね。でこのカードっていうのはやっぱり実際じゃないんだけど、自分がそのことを思い描いて怖がってるみたいな感じのカードなので、現実ではないんです。そしてやはりここで気をつけることは対策として言われているのが、マジシャンのカードと、あとね、このさっき言ったペンタクスの6ということでチャンスを誰かに与えてたり、または本当に自分の心に従った行動を取りたいと、これ損得じゃないんだと、儲けるとか仕事がいいとかそういうことじゃなく、なんか自分の心に従ったことをやりたいんだみたいな思いがあって、そうしていくような流れが生まれているんだなって感じです。いや素晴らしいじゃないですか、これってね。何かそういうのが生まれようとしてるって。だけどゆっくりでいいよって、オラクルがやっぱりペンタクスのページなので。でもここでももうエースも出てるんですけどね、もう自分の中にあるその価値、この大事なものっていうのがちゃんとあるなら、ゆっくり育てればいいんですよと、ゆっくり温めていけばいいんですよっていうのを言われてるなというふうに思いました。はい、どうでしょうか。皆さんの今のこの日常生活に合わせて何か通じたよっていう方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいんですけど、ちょっとこれを踏まえてお仕事のこと見てみますね。仕事、戦士、女教皇、ペンタクス10ということでめちゃくちゃいいですね。仕事はめちゃくちゃいいです。なんかこうなんでしょうね、今本当に作っていくとか生み出していくとか表現していくとか、そういうエネルギーがすごく強いんです。なので自己否定とか遠慮とかそういうエネルギーをちょっとなしにすれば、ものすごい色、もう何でも出ますよみたいな、そんな感じなので、お仕事に関してもすごいやる気あるんだなって感じです。自分にできることがあったらやりますっていう感じ、なんか貢献しようみたいな気持ちかもしれないし、チャンスがここにある、仕事でやるべきことがあったらそれを私は一生懸命やりますみたいな感じでやったら、やった分のまた成果にもなるし、周りの人も幸せだし、なんかそれに対してどうすればいいかっていう頭も回ってるし、ちゃんとリスクも考えた上でメリットも分かってるし、とにかくやる気あります、進む気あります、バイタリティありますっていう感じなので、もう仕事言うことないですっていうぐらい満ちています。いいエネルギーに満ちています。はい、でちょっと人間関係見てみますね。人間関係は女帝、死神、逆位置ですけどね、ソードのナイトということでいいですね。なんかこうやっぱり何かが生まれようとしてますね、水亀座さん。もう前回の5月から生まれているのかもしれないんですけど、人間関係においてもとっても豊かなものがあります。まさにこんな感じでこう妊娠している女性が描かれているみたいな感じで、生まれようとしている、そしてそれがましてやこうダメだと思っていたけどそうじゃなかったみたいな、こう死神の逆位置のカードっていうのは再生とか真実の愛とか、そういう蘇りみたいな、そんな意味もあるので、誰かとの関係においてダメだと思ったし、自分はもうその人にふさわしくないと思ったけどそんなことなかったんだみたいな、もう一度その人を愛していいんだとか信じていいんだとか、そういう感じもあるし、そう思ったら思ったでまたなんかすごい勢いついて行きたくなるみたいな感じがあるので、すごく誰かに対してその遠慮して自分から動きませんってしてたのが、いいんだと思った瞬間にダーッと行きたくなるみたいな、そういうのもあるかもしれませんね。ちょっとまたラブメッセージに関してはちょっと改めて撮ろうと思います。でもなんか生まれそうって感じのエネルギーだなと思いました。なのでもしね本当に今ちょっと体疲れてますよって方は本当に自分をねぎらってあげてほしいし、十分ここまでやってきた恩恵あるなって思います。ちょっと見てみますね。最後にオラクルカードを引いてみるんですけど、これまたフランス語で書かれたカードで見ようかなと思っているので、皆さんも絵柄を見てご自身なりにメッセージを受け取ってみてくださいね。私もちょっとフランス語読めませんので、水亀座さんへの6月前半のメッセージ、これかな。はい、どうですかこのカード。これを見てメッセージ受け取ってください。レシーブしてる感じですね。愛情や優しさを受け取ってる感じがしますね。はい、ということでありがとうございました。豊かな時間をお過ごしください。失礼します。